発想ざっくり解説劇場です。本日のテーマはこちら。原発賠償12年の歴史を行政書士が語るということで、今まで扱ってきたテーマとは全く異なるものになりますし、今後も同じテーマで続編を作るような予定はありませんので、チャンネル登録は慎重に判断していただければと思うんですけれども、高評価ボタンですね、グッドボタンについては積極的に押していただけると幸いでございます。では早速いきましょう。本日のメニューはこちら。まず、はじめにということで、なんでこういう解説を作ろうと思ったのかとか、そういったお話ですとか、あとはですね、有料版というのがありまして、その紹介なんかもさせていただきたいと思います。そして第1章ですね、事故直後に出された避難指示の推移ということで、原発事故起きまして避難指示が出たんですね。政府からここは危ないので避難しなさいよと言われてしまったと。で、その避難の指示によって避難させられた、それによって被害が生じたという関係になりますので、どういった避難指示があったのかですね、それをちょっと見ていきたいと思います。そして、区域が、警戒区域とかそういったものが設定されますので、そのあたりのお話までしてからですね、第2章、原子力損害賠償の仕組みということで、誰が誰に対して賠償するのかですね、何が賠償されるのかとか、そういったお話をしてからですね、第3章、賠償項目と賠償金額の計算方法ということで、どんなものが賠償されるのか具体的に、でいくらぐらいの賠償になるのかとかですね、ものによっては計算ができるものありますので、そちらをお伝えしてから最後に第4章ですね、原子力損害賠償12年の歴史ということで、2011年の3月に事故起きまして、で賠償自体がですね、本格的に始まるのは8月以降ということになるんですけれども、その前の段階ですとかですね、3月から8月にかけての段階ですとか、あとはその後にですね、12年かけてどのような形で賠償の制度が変わっていったのかですよね。そのあたりの話をしていきたいなと思います。で、最後終わりにというのはまとめみたいな感じで、ご挨拶程度になりますけれども、そこまでですね、お付き合いいただけますと幸いでございます。ではまずは、はじめにということでお話ししていきたいんですけれども、まずですね、なぜ原子力損害賠償についてここでお話ししようと思ったかというとですね、事故から12年以上今経っていまして、で賠償というのもですね、ある程度落ち着いたところがありますので、あまり新聞なんかで見ることも少なくなってきてるんですね。多くの方にとっては賠償制度はもう過去の話ということになっていると思います。で、若い人だから見るとですね、もう原発事故自体あまり覚えてないですよとか、お子さんだったらもう全く知らないこともあるでしょうから、そういった方も含めてですね、原発事故の後に損害賠償というものがどういった形で進められていたのかというのをちょっとここでまとめたいなと思いましたと。で、もう一つですね、初めに紹介しておきたいのが、詳細版というものを用意してまして、で、過去有料とありますけれども、これ販売してるんですね。で、まずは、ノートというプラットフォームありますので、そこで売っているのが A4 の PDF ですね、フルカラーで図解のものなんかありますけれども、で、さらにですね、そのワードで作った資料をベースに Kindle の電子版というのを作っています。でこれが990円ですね。で、ノートの有料版も990円なんですけれども、TwitterX ですね。この Twitter でリツイートすると550円で買えるような仕組みも設定してみましたので、ちょっとですね、その辺も後で概要欄ですね、貼っておきますので確認していただければと思います。で、もう一つ、Kindle ですね。これペーパーバッグというもの、印刷ですよね。こちらなんですけれども、こういったものもですね、用意してみました。これちょっと印刷費用なんかかかりますので、1760円税込みですね、するんですけれども、こういった形で、ページ数としては70ページぐらいなんですけれども、こういう図解なんかも含めてですよね、これからやっていきますけれども、避難指示の推移とか、こういったものがまとまっていたりとかしますので、一つですね、紙の方が見やすいですよという方は、こちらのペーパーバッグ版がおすすめかなと思います。で、すべてですね、3種類ありますけれども、概要欄にリンク貼っておきますので、この YouTube の動画を見てですよね、もう少し詳しく知りたいなというのがありましたら、有料版もご検討いただけると幸いでございます。では、前置き長くなりましたけれども、第1章、事故直後に出された避難指示の推移というところを見ていきたいと思います。で、まずですね、事故の直後ですね、本当にもう事故が起きて、その後、とにかく避難しないと危ないんですよという状況で、どういった指示が出ていったのかというのがまず1点目ですね。そしてその後に1ヶ月ぐらい経ってから、警戒区域というものが設定されていますので、他にもいくつか区域ありますので、そのあたりのお話をしてですね、その他の区域というのは、これは
避難指示が出ていない区域ですね。で、賠償に関係してくるような区域がありますので、そちらの話もして、最後ちょっとまとめという感じでやっていきたいと思います。はい、では、まずは事故の直後ということで、事故が起きたのが3月の11日ですね。で、そもそも東日本大震災、そして津波があってということになりますが、そこで電源が喪失してとかですよね、そういった話がありまして、でその日の8時50分ですね、20時50分に最初の避難指示が出ています。これは福島県からの指示なんですね。ここだけ福島県からで、この後は政府の指示が出ていきます。でまずは、福島第一原発から半径2キロ圏内に避難指示ということで、第一原発から2キロ圏の人は避難してくださいという指示が福島県から出たんですね。でも、その時にすでに政府も動いていて、原子力災害対策本部というのを立ち上げて、いろいろと、当時の首相とかですね、話し合っているんですけれども、このですね、30分後ぐらいですね、21時23分になると、福島第一原発から半径3キロ以内の県内ですね、避難指示が出まして、もう2キロから3キロに少し拡大して、さらに半径10キロまでですよね。県内は屋内退避指示ということで、こちらはですね、家の中にいてくださいっていうことですね。その場から逃げてくださいではなくて、家の中にいてくださいというような指示が出ました。で、おそらくなんですけれども、もう夜、ある程度遅くなって、真っ暗になっていますので、で、この時ですね、やっぱり地震があって津波があってっていう話ですよね。そういった状況の中ですから、かなり混乱している中で、10キロ圏の人が一気に移動するとかなり混乱するんじゃないかなということで、おそらく3キロに絞ったんじゃないかなと思います。ですので、翌朝ですね、5時44分、3月12日の5時44分になると、福島第一原発から半径10キロ圏内は避難指示ですね。それまで屋内退避だった指示が避難指示になりましたので、結局は逃げてくださいということになるんですね。で、5時44分、調べるとですね、ちょうど明け方ぐらい、日の出の時刻と近いところありますので、明るくなったので、避難してくださいみたいな、そんなイメージもあったんじゃないかと思います。はい。で、このですね、2時間後ぐらいですね、7時45分に、今度は福島第二原発でも異常があったので、ここで半径3キロ以内の圏内は避難指示、半径10キロ圏内は屋内退避ということで、前の日の第一原発と同じレベルですよね。ひとまず3キロはすぐ逃げてください。で10キロ圏の人は、屋内退避って言われてますけれども、おそらく多くの方が逃げる準備をしていたんじゃないかなと思います。はい、で、これがですね、10時間後ぐらいですね、この日の夕方、17時39分になると、福島第二原発から半径10キロ、これは避難指示に変わります。やはり逃げてくださいということですね。はい、で、さらにですね、この40分後ぐらいですね、18時25分になると、福島第一原発の避難指示は半径20キロまで拡大しています。この日ですね、もう少し前、3時何分とかですけど、3時間ぐらい前に、第一原発で爆発みたいに起きてるわけですよね。で、爆発音と白煙が確認されましたみたいな、というような話がありましたので、これはちょっと10キロでは足りないのかなと。20キロの人まで避難してくださいということになりました。で、おそらく爆発しましたみたいなニュースを見たときには、すでに逃げる準備している人も多いと思うんですけれども、結局20キロ圏内は避難指示ということになったんですね。はい、で、ここで少し落ち着いたんですけれども、その後ですね、3日後の3月15日の11時に、第一原発から20キロから30キロの圏内、ここは屋内退避指示が出ています。で、これはですね、屋内退避なので、基本的に逃げなくていいですよと。で、女性だとか、妊娠中の方なんかそうですよね、特に。あとお子さんですとか、高齢者、持病を抱えている方とかですね。そういう人たちは、逃げた方がいいけれどもと。で、元気な大人は家にいればいいですよみたいな感じなんですよね。で、これは30キロ圏の人注意してくださいねっていうのもあるんですけれども、もう一つおそらく意味があって、これはですね、どこまで警戒しなければいけないのかってことですよね。第一原発から20キロまではとにかく逃げましょうと。避難しましょう。で、20キロから30キロは屋内退避と。で、それより外の人はもう安全なんですよっていう、そういったメッセージもおそらくあったんじゃないかなと思います。で、この30キロっていう線を引かないと、40キロの人や50キロの人、どこまで私たちは警戒すればいいのかっていうのは分かりませんので、政府として30キロ圏までは比較的危険性がありますので、注意が必要なんです。ただし、逃げるのは20キロ圏の人だけでいいですよっていうような、そんな線引きをしたんですよね。で、ここである程度指示が固まって、この3月15日の11時の避難指示の後に1ヶ月ぐらい時間が空きます。
ということで、まずはこれ、事故の直後ですね、お話をして、次はですね、警戒区域の設定等ということで、少し時間が経ってからの話になります。まずですね、4月の21日、約1ヶ月後ですね、事故から1ヶ月と、10日ぐらいですかね、経ったところで、福島第二原発から半径8キロ圏内に避難指示というものが出ています。これどういうことかというと、その前、10キロ圏だったんですよね。10キロ圏は避難指示だったのを8キロに縮めてます。で、点線で消えましたってことなんですけれども、消えていますので、どういうことかというと、これは第二原発の避難指示というのはあんまり意味がなくなったんですね。でなぜなら、福島第二原発から8キロ圏内っていうのは、この円は、福島第一原発から20キロの中に入っていますので、すっぽり収まっていますので、第二原発の指示というのが、避難指示というものが、ここであまり意味がなくなったと。で、第一原発から20キロ、30キロっていう基準に絞っておいて、この翌日の0時からですね、警戒区域を設定しますということで、まずは、警戒区域。福島第一原発から20キロ圏内の人たち、この人たちは警戒区域ということで、原則これは立ち入り禁止ですね。でそしてこれだけではなくて、計画的避難区域というものを設定しました。第一原発から20キロを超えているんですけれども、北西の方向ですね。地図で言うと左上ってなんですかね。こちらを中心に指定されていまして、この区域はですね、もうすぐに避難しなければいけないという、そういった場所ではないんですね。ただ、風向きの影響で放射性物質が北西の方に飛んでいますので、このまま1年間ここに滞在すると基準値超えてしまう可能性高いですよという、そんな区域です。ですので、計画的におおむね1ヶ月以内に避難をしてくださいねということを言われたんですね。ですので、計画的避難区域という名前なんですけれども、この時はいろいろもう情報ありましたので、おそらく多くの方がすでに避難していたんじゃないかと思うんですけれども、事故の直後20キロで線を引いたんですが、実は風向きの影響で北西方向は20キロを超えたところも危険だったんだって後から言われてしまった区域ですよね。はい、でこの後立ち入りが制限されていくということですね。はい、そしてここでもう一つ設定されたのが緊急時避難準備区域という区域です。これはですね、原発から20キロから30キロの圏内ですねが青い部分になっていますけれども、こちらが設定されたんだと。でただですね、20から30できっちり切ってるわけではなくて、例えば田村市ですね、こちらは少しはみ出している部分なんかはありますし、逆にですね、南部のいわき市ですね、南部原発より南側のいわき市については30キロ圏内の部分も緊急時避難準備区域の指定を受けなかったんですね。結構後々までこういうのが響いてくるんですけれども、いわき市田村市は少しこう凸凹していますよというのがあります。で原則20キロから30キロのところですね。緊急時避難の準備なので、いざとなったら避難してくださいなんですけれども、原則は、屋内退避だったところですよね。で避難しなくていいですよというところ。で、屋内退避というのもなくなったんですね、これで。ですので、元気な大人はそのまま生活できますよという話ではあったということですね。事故から1ヶ月少し経つと、もう20キロから30キロの人たちは、元気な大人はそこで普通に生活していいですよという話に一応なったんですね。はい、でまずこの警戒区域、計画的避難区域、そして緊急時避難準備区域というのを設定して、でその他にもですね、賠償に関係するような区域がいくつかありますので、見ていきたいと思います。3番、その他の区域としまして、まずは旧屋内退避区域と南相馬市の一部と言いましたけれども、この灰色の部分ですね、緊急時避難準備区域の少し外側にあるようなイメージです。でまずはいわき市なんですが、先ほど30キロ圏内でも緊急時避難準備区域の指定を受けませんでしたよと話しましたけれども、そこはですね、緊急時避難準備区域ではないんだけれども、全く避難指示がなかったわけではないと。で屋内退避の指示なんか出ていましたので、少し賠償の基準が違ったりするんですね。でもう一つがですね、南相馬市の一部とありますけれども、原発の北部ですね、北側になりますが、南相馬市という大きな市がありまして、こちらはですね、3月の15日に南相馬市が避難の指示を出しているんですね。政府による避難指示というわけではないんですが、市長が皆さん逃げましょうみたいな感じになりましたので、上からの避難指示みたいに出てるわけですよね。ですので、こちらもちょっと特別扱いみたいなところありまして、基準としてはですね、このいわき市の30キロ圏内と南相馬市の30キロ圏外が同じぐらいだと思ってください。はい、であともう1点がですね、
特定避難干渉地点というものがありまして、これ地図上にポイントを示していませんけれども、いわゆるホットスポットと呼ばれるところになります。区域全体が線量高いですよというわけではなくて、あなたの家の線量高いですよみたいな、そういったですね、指定をされたところがあるんですね。6月から4月、もう少しかけてですね、指定されていきましたけれども、例えば、南相馬市にいくつかありますし、あとはですね、伊達市ですね、北西方向、福島市の隣になりますけれども、この伊達市なんかにもいくつかあったりしますし、あとはですね、川内村という警戒区域なんかも含む村ですけれども、こちらにもホットスポットがいくつか存在しているということですね。はい、ということで、まとめ、最後にしていきますと、まずはですね、賠償開始時の区域ということで、先ほどの区域分けを基準にですね、9月以降に賠償が始まっていきますので、もう一回整理しておきますと、まずは A が警戒区域ですね。第一原発から20キロ圏内、警戒区域になっています。そして B が計画的避難区域ということで、第一原発から20キロ超えてるんだけれども、北西方向ですね。風向きの影響で線量が高くなってしまった地域と。そして C が緊急時避難準備区域ということで、20キロを超えて30キロ以内の部分を中心に設定されていると。もともと屋内退避指示が出ていたんだけれども、それが4月に解除されて、緊急時には避難できるように準備しておきましょう。備えておきましょう。ただ、原則そこで生活できますよみたいな指定をされた区域になります。はい、そして、D が、いわき市の一部と南相馬市の一部ですね。灰色の部分。で、最後、特定避難干渉地点は、こちらはですね、表示はしていませんけれども、ホットスポットがいくつかありますということですね。はい、で、こういった区域が分けられまして、で、A と B が小文字になっているのは、実はですね、1年ぐらい経つと区域が再編されるんですね。で、そこでまた A と B の区域が変わっていきますので、後で大文字にする予定です。はい、で、もう一点ちょっと見ておきたいのが、第一原発の場所と周辺の自治体についてですね、見ていきたいと思います。で、まず、第一原発の場所はですね、こちらなんですね。この海沿いにあるんですけれども、双葉町と大熊町の境目ですね。そこにあります。両方の自治体にまたがっているイメージですね。で、周辺の自治体、各市町村いろいろと話したいことあるんですけれども、かなり長くなってしまいますので、全体的にまとめた表を表示してみました。特に順番があるわけではないんですけれども、避難指示が強かった順というんですかね、線量が高かった順みたいなイメージだと思ってください。双葉大熊原発の立地自治体ですよね。で、富岡町なんかもすっぽり警戒区域に含まれていますし、で、浪江が上にあって、で、南相馬市はですね、大きいんですよね。で、全ての区域含まれています。で、一応12で切ってますが、いわき市や伊達市にも避難指示というものが関係するものがいくつか出ていますので、こちらにまとめているということですね。はい、ということで、まず第1章、ここまでにしたいと思います。はい。では、続いて第2章ですね。原子力損害賠償の仕組みということで、こちら見ていきますと、早速ですけれども、誰が誰に賠償するのかですね。そして、何が賠償されるのか、そしてどうやって請求するのか。で、4番目はですね、賠償に関する公的機関ということで、損害賠償をいろいろと支援していくような組織がありますので、そちらをいくつか紹介した上で、5番はですね、補足として財源どうなっているのかっていうのと、時効の問題ですね、こちらについてお話しして、最後まとめという形でやっていきたいと思います。では、まずは第1番ですね。誰が誰に賠償するのかと。これはですね、東電が被害者に賠償するということになります。で、ちょっとバランスの悪い図なんですけれども、これ後でどんどん加えていくようなイメージですね。はい。で、2番目は何が賠償されるのかということで、これはですね、まとめると、相当因果関係のある損害という言い方をするんですが、原発事故が起きた影響で被害を受けたんですよという、そういった関係なんですけれども、それだけだと何を請求していいかわからないとかなりますので、具体的に例えば避難生活で精神的損害を受けたら月額10万円ですよとか、そういった基準が決められていますので、類型化というんですかね、されていますので、そのあたりの詳しい話はですね、第3章でやっていきたいと思います。はい、そして第3章、どうやって請求するのかという話ですけれども、これはですね、いくつかパターンがあります。で、まず主流なのが直接請求と呼ばれるものですね。東京電力が用意した請求書送られてくるので、それに情報を書き込んで送って、でその金額を振り込んでもらうような形になります。
で2つ目が ADR というものですね。ADR センターというところに申し立てをして、で弁護士さんなんかがそこにいますので、東京電力からの主張もですね、こう聞いて、いろいろこうまとめてくれて、で、和解案というものを出してくれます。で、この和解案に基づいて東京電力が賠償していくという話ですね。こういったやり方があるんだと。で、この原発 ADR というものがどのぐらい使われているかというとですね、参考資料として出してみましたけれども、申し立ての件数ですね、これ1月から12月でそれぞれ年ではなくて年ですね、区切ってやっています。2011年は9月から始まっていますけれども、9、10、11、12だけしかありませんので、500件ぐらいですかね。でその後は増えまして、ピークは5000件超えてますね。でだんだん減ってきて、2014年以降は減ってきていて、で、2018年以降ですかね、直近5年になると、1000件前後でこう推移しているような感じになります。はい、でこれは申し立ての件数ですね。でどのぐらい和解に至っているかというと、こんな感じで重ねてみましたけれども、青が成立、和解成立ですね。で赤が不成立ということで、まとまらなかった話ですよね。決着がついている。で決着がついていない、審理中というんですかね。でそういった件数が未採件数という表現になりますが、黄色い折れ線グラフで示しているということですね。で見るとですね、やはり申し立て件数はガーッと2年目上がったんですが、和解の成立、不成立も含めてですよね、がなかなか進まなくて、で未採件数、積み残しが結構残ってしまったわけですよね。で人を増やしたりとかして、だんだん和解成立の件数なんかも増えていってと。で申し立て自体も減ってきて落ち着いてきてはいるんですが、やはりここ5年ぐらいを見ると申し立てが1000件ぐらいでこう推移してますし、で未採件数も同じぐらいの件数残っていますので、やっぱり継続中という感じですよね。 ADR 自体はここ数年2000件前後でこう推移してるんだと、1000件前後ですかね、推移しているということですね。はい、これは原発 ADR の話になります。でもう一つがですね、裁判ですね。裁判所に提訴っていうんですかね、訴えて、で裁判所が判断して、判決を出すと。でその判決に基づいて東電が賠償しますよというお話ですね。でこの3パターンありまして、で直接請求は件数でいうと百数十万件出てますね。ただ世帯単位で請求したりですとか、あとは1人で何回もやるってことがありますので、人数としてはちょっと何人かわからないですけれども、直接請求対象になったら百数十万人いるとは言われていますので、大体そのぐらいなのかなということです。で ADR は大体3万人ぐらいですね、申し立てなんですが、これも、集団申し立てとかもありますし、あとは複数回申し立てる人なんかもいますので、こちらもですね、正確な人数はわからないですね。で訴訟も集団訴訟とかも含めて、大体1万件超えたとかそういった情報なんかもありましたので、1万件ぐらいということになりますかね。ですので、直接請求がやはり主流派にはなってくるということです。はい、でこれはまずどうやって請求するのか、大きく分けると3パターンありますよというお話です。そして4番目は賠償に関する公的機関なんていう名前にしましたけれども、原子力損害賠償何々というのがですね、3つありますので、他にもあるんですけど、大きく3つ関わってきますので、それはちょっと説明しておきたいなということで、まずは原子力損害賠償廃炉等支援機構というものですね。もともと原子力損害賠償支援機構という名前だったんですけれども、アルファベットで略すと NDF というものになりますので、こちらが何やってるかというと、これ政府が作った認可法人というものですね。東電に対する資金調達の援助をしています。まずでも10兆円とか超えるような賠償になりますので、一企業でやっていくのは無理なんですよね。ですので、政府がそこは手伝いはしますよと、資金調達のお手伝いはしますよということになっていると。であとはですね、被害者に対して NDF は情報提供をやってますね。で弁護士さんが法律相談やって、で我々行政書士ですよね、情報提供なんかもやっていたりするということで、こちらもですね、ちょっと件数表示してみますと、こちらはですね、4月から3月の年度で区切っていますので、2011年度も3月までですね、入っています。10月から3月までですかね、入っていると。でピークは2012年ですね、これ1万件ぐらいいってますかね。でもうだんだん減ってきてるんですが、やはり2018年以降は横ばいみたいな感じになっていて、2022年がちょっと増えてるんですね。でこれは後半でお話しする追加の賠償が出たっていうのが影響しているということですね。はい、でNDF についてちょっとお話しして、で次に出てくるのはですね、原子力損害賠償紛争審査会というところですね。審査会と
これから略していきますけれども、こちらは文部科学省の中にある組織なんですけれども、当店に対して矢印に引っ張りましたが、指針というのを出して、中間指針というのが有名なんですけれども、賠償の基準を決めている人たちですね、弁護士さんなんかを中心に、それぞれ専門家みたいな人が集まって、何に対していくら賠償していきましょうかというその基準、中間指針というものを決めている人たちということになります。で、この指針については、ADR の和解案ですとか、裁判の判決ですよね。で、こういったものの影響を受けることもありますし、逆にですね、中間指針がベースになって和解案とか判決を考えていくというのはもちろんあるわけですよね。中間指針はこのぐらい、それを超える和解案をとか、そういうのもありますし、で中間指針通りにっていうのもあったりするわけですよね。で、和解案がある程度ちょっと増額事例なんかが増えてくると、それが指針に反映されたりとか、そういうことがあったりするということです。はい、で最後に、原子力損害賠償紛争解決センターというのがありまして、これはですね、もうすでに出てます。ADR センターのことですね。はい、審査会の中にあるんですけど、中というか組織としてですよね、ありまして、もともとですね、審査会はいつできたかというと、事故の後なんですけれども、原発事故の後なんですが、実はその前にもできたことがありまして、1999年の JOC の臨界事故ですね。あれがあった時に紛争審査会というのができて、で、当時は和解の仲介もそこでやってたんですね。ADR も審査会がやっていたそうなんですけれども、今回の原発事故と規模が違いますので、ですので、人数が違うので、審査会の中に ADR センターとか作って、でそこで弁護士さんなんかを集めて、で審査をしてもらうようになったんだってことですね。はい、ということで、原子力損害賠償支援機構が NDF。で審査会は原子力損害賠償紛争審査会が審査会。で原子力損害賠償紛争解決センターが ADR センターということになるんだということで、ちょっとここでまとめておきましたと。はい、で補足としてはですね、財源と時効についてちょっとお話ししていきたいんですが、まず財源としてですね、NDF が資金調達の援助してますよというのがあるんですが、東電ももちろんそれ返済しなければいけないわけですね。で、東電が返済するということは、その分お金を稼がなければいけない。どうやって稼ぐかというと、やっぱり一番大きいのはですね、一般市民から徴収する電気料金ですね。サービスの対価として受け取るわけですけれども、その電気料金をベースにして、資源にして返済していくということになりますので、やっぱりですね、一般市民の負担がかかってるんだっていうことがあるわけですよね。で、東電管轄じゃない人たちもちろんいますと。そもそも福島の人たちっていうのは東電の管轄ではありませんので、東北電力の人たちですけれども、そういった他の電力会社の人たちは無関係かというとそうではなくて、NDF が一般負担金というのを集めていますので、何億円単位で集めていますから、やっぱりそこはですね、負担がありますよと。あとは先ほどお話ししてきたような紛争審査会だとか、紛争解決センターとか、NDF も含めてですよね。やはり運営していくために人件費かかったりとかいろいろかかりますので、それは税金で賄っているわけですよね。そう考えると、やはり損害賠償を進めていく上で、税金というものがある程度使われているのかなというのはあると思います。はい、で次は時効のお話になりますけれども、時効はですね、まず民法に照らすと、不法行為に対する損害賠償みたいなことになりますけれども、悪いことされました、それに対して賠償してくださいっていう請求ですよね。これは3年間で時効にかかるとされているんですね。で生命身体に関係するもの、傷つけられましたみたいなものは5年間と一応あったり、これ新しくできたんですけれども、ただ3年間で終わってしまうとなると、これはですね、2014年の3月に時効が来てしまう。要はそれ以降は請求できないんじゃないかって心配があったわけですよね。ですので、3年経つ前にですね、現売時効特例法というものが作られました。本当はもっと長い名前なんですけれども、これ作られまして、時効10年まで伸ばしますよってことになったんですね。ただ10年今経ってますよね、すでに。2021年の3月で10年経ってますが、今2023年8月ですので、どうなってるかというと、これはですね、東電が時効を主張しないって言ってますね。で、時効期間になりましたよって言ったら、その後に加害者の方ですね、訴えられる方が時効を援用しますよっていう、そういう主張をしない限りは時効は成立しないってことなんですよね。なので、東電は時効が来ても、援用しないという言い方しますが、主張はしませんよということを言っていますので、今はですね、2023年8月と言いましたけれども、現時点でも東電が時効を主張して、この賠償はもう受け付けませんといった事例は確かないはずですね。はい、ということで、時効はなしで、東電は最後の一人まで賠償していくんだという話をしていますので、
当時事故、被害あった人、避難させられた人ですよね。亡くなるまでではないんですね。仮に亡くなったとしても、その時に東電に請求するべきお金があるんだったら、それが相続されていくので、そういうのも含めて最後の一人まで賠償するって話をしてますので、やはりいつ終わるかわからないっていうのが、一つあるのかなということですね。はい。ではですね、この章のまとめですね、第2章のまとめになりますけれども、先ほどの図ですね、こう一覧出してみまして、東電が被害者に対して賠償するんですよと。で、請求方法を大きく分けると3つありまして、直接請求、ADR の申し立て、そして裁判ですね。で、今日はこの直接請求の部分を中心にやっていきたいと思います。で、この賠償を支援するというかですね、もう被害者側の支援もありますし、東電への支援もあるんですけれども、NDF、そして紛争審査会、紛争解決センター3つあるんですよなんて話までさせていただきました。これ第2章ですね。損害賠償の仕組みということでお話しして、で、次はですね、第3章ですね。賠償項目と賠償金額の計算方法ということで、こちらのお話ですね、見ていきたいと思います。まず1番が精神的損害にかかる賠償ということで、精神的苦痛ですかね、それに対する賠償。そして2番は財物の損害ですね。そして3番は就労不能損害ということで、収入が失われてしまったようなケースですね。そして4番は生命身体的損害にかかる賠償。そして5番は実費等にかかる賠償。ここまでが個人向けの話になりまして、6番目はですね、補足として事業者の損害にかかる賠償というものを簡単にまとめた上でですね、7番、最後まとめやっていきたいと思います。で、メインになるのは1番から5番の個人向けの賠償のお話になってきます。で、この第3章でお話しするのは、2023年の3月17日、事故から11年後、すみません、12年後ですね。12年後の時点で東京電力が発表していたもの、これを中心にやっていきます。で、実は、その少し後ですね、2023年の3月の終わりに追加賠償というものが公表されているんですけれども、そちらはですね、第4章の最後の方に少し追加としてお話ししたいと思います。はい、では、見ていきましょう。まずは1番目、精神的損害にかかる賠償ということで、要は原発事故の影響で精神的な苦痛を受けたんですよという、それに対する慰謝料みたいな感じですね。でまず、括弧1番。避難生活等による精神的損害ということで、避難生活だけでなく、屋内退避の指示を受けて不便な生活をしましたよなんていうのも含まれるんですけれども、これがですね、月額10万円と呼ばれるものですね。1年間だったら120万円、2年で240万、5年だったら600万とか、そういった話になってくると。はい、で、括弧2番は、自主的避難等による精神的損害ということで、これは先ほど警戒区域の話とかしてきましたけれども、あちらに該当しない人たちですね。ABC で E までに該当しない人たち。ただ、福島県の人たちですね。例えば福島市の人とか郡山市の人ですよね。原発、割と近くにありますので、自主的に避難した人たちもいたわけですね。その人たちに対する精神的な損害というものが賠償されています。はい、そして、括弧3番は、移住を余儀なくされたことによる精神的損害という名前になりますけれども、こちらはですね、事故から6年経ってもまだ故郷に帰れませんよと言われてしまった人たちですね。6年後以降も帰れないんですよと。で、故郷を諦めてくださいみたいな、そういった意味合いで出された賠償なので、1人700万円という、そういった金額が出ています。はい。で、これはですね、精神的損害のお話ですね。はい。で、2番目は、財物の損害にかかる賠償ということで、持っていたものですよね。不動産、動産、いろいろありますけれども、避難指示区域の中にあったので使えなくなってしまった。家は住めなくなりますし、持っていたものは使えなくなってしまったりとかですよね。そういったものに対する賠償がありまして、まずは、括弧1番、不動産に関する損害ですね。そして、括弧2番は、家財等々ありますので、家の中にあった家財だけでなく、例えば自動車とかそういうものも含めてですね、不動産に対する動産みたいなものだと思ってください。で、括弧3番は、住居確保費用というものがちょっと特殊な考え方ありますので、これですね、括弧1、括弧2、括弧3、それぞれ詳しく見ていきたいと思います。はい。
不動産に関する、財物に関する賠償ですね、についてのお話になります。で、次は、就労不能損害ということで、これはですね、事故の影響による減収分を賠償しますよと。事故の影響で自分が勤めていた勤め先がなくなってしまいましたよとかあるわけですよね。でまたは、規模を縮小したので、週5日働いていたのが3日に減ってしまいましたとかあるかもしれないと。でその時の減収分を賠償しますという仕組みなので、計算式としては、事故の前の収入から事故の後の収入を引いて賠償額を計算しますということになっています。その他は手数料を足したりとかいろいろあるんですけれども、そこはちょっと細かい部分まで置いておいて、事故の前にいくらぐらい収入があったんですかと。で、事故の影響でいくらになってしまったんですかって話ですね。で、これはちょっと問題ありまして、事故の前30万月収ありましたよという人が、事故の後ゼロになってしまいました。これは30万賠償されますよって分かりやすいんですが、事故の前に30万収入があった人が、その後事故の後も頑張って仕事見つけたりして、で、アルバイトとかやってですね、10万円は月々稼いでいたんですよってなると、これはですね、差額なので、20万円に賠償金減るんですね。で頑張ると、働くと損してしまうみたいな、そういったですね、現象が起きてしまっていたので、これは少し経ってから見直しはされていますけれども、その辺の話はですね、第4章でしていきたいと思います。はい、で、これ、就労不能損害ですね、ありまして、で4番目は、生命身体的損害にかかる賠償ということで、こちらはですね、事故の影響によって生じた治療費等を賠償しますよということで、病院に行った時の入通院のお金とかですね、費用ですとか、あとはですね、残念ながら事故の影響で亡くなってしまったとか、そういう時の慰謝料ですよね。そんなものなんかも含まれています。はい。で、5番目は実費等にかかる賠償ということで、これもですね、いくつかありますので見ていきますと、まずは、括弧1番、避難生活によってかかる費用ということで、交通費とかですよね。あと宿泊費なんかも、例えば県が借り上げた借り上げ住宅住まないとか、避難所から出て、自分でアパート借りましたよとか、そういった場合なんかですよね。家賃かかったりしますので、ある程度それは賠償されることになっています。はい。で、括弧2番は、検査費用しましたけれども、これ放射線の検査ですよね。無料になった時なんかもありますが、無料じゃなくて費用がかかったら、物の検査もありますし、人の検査もありますし、ということで、そのあたりは賠償されます。もちろんですね。はい。で、括弧3番はですね、除染費用とありますけれども、警戒区域の人たちはまたちょっと特殊な扱いですけれども、警戒区域の外の人たちですよね。避難指示が出ていない人たちについては、2013年ぐらいからですかね、自治体が除染してくれたりとかしたんですけれども、それを待たずに自分たちで除染しましたよと。業者さん頼みましたよとか、もう機械買って自分でやりましたよとかですね。でそういった場合なんかの費用が賠償される仕組みもありますと。で最後にですね、早期期間による追加的費用というちょっと特殊なものあるんですけれども、これは事故から4年後までですね、2015年までに帰還できるようになった人たちに対して、帰れますよと、しばらく避難していってください。でも帰れるようになったので帰ってきてくださいって言われたんですが、ただ、帰ってきても元の町じゃないわけですよね。いろいろ不便なこともあるでしょうから、その実費の増加分として90万円賠償しますみたいなものができていたりします。はい、この辺も詳しくは第4章でしていきたいなということですね。はい、これも実費の賠償ですね。で、6番目、補足として事業者の損害にかかる賠償、これ簡単に話していきたいと思いますけれども、まずですね、括弧1番が休業による営業損害ということで、事故の影響で事業所閉鎖もありますし、移転したけれども人が集められなくて縮小してとかあるわけですよね。そういった売上減少みたいなものをもちろん見てくれますと。で、括弧2番、出荷制限による営業損害とありますが、政府の指示で、この、農林水産物中心ですよね。出荷できませんとか、作付けの制限とか出てしまったりしましたので、それで廃棄しなければいけないとかですよね。で、売上がそこでなくなってしまいましたとか、そういったものに対しては、営業損害として賠償しますと。はい、で、括弧3番は風評被害ですね。実際に放射線量高くなってないんだけれども、イメージが悪化してしまったわけですよね。福島県ということで、周辺地域もありましたけれども、例えば会津の人なんかも放射線の被害って実際はなかったはずなんですけれども、福島県への旅行は控えておこうかなとか、福島県産の桃は買わないようにしておこうかなとかですよね。でそういったところで営業損害が出てしまいましたので、それに対する賠償もあるんだと。で、括弧は資産としましたけれども、もちろん事業者が持っていた資産、不動産なんかもありますし、あとは建設機械なんかもあるわけですよね。工作機械とかもあると。でまたはですね、材料とかそういった棚卸資産に対する賠償なんかもされているということですね。はい、で事業者の損害、本当はいろいろ論点あるんですけれども、今日はですね、このぐらいの簡単な説明にさせていただきます。はい、では最後、
7番まとめということで、ここはですね、個人向けの賠償項目一覧ですね、2023年3月11日時点で東電が発表していたものをちょっとまとめてみますと、精神的損害、そして財物ですね、就労不能損害、生命身体的な損害、そして実費にかかる賠償ですね、というものがありまして、それぞれ細かい論点までありましたよというのを、この章でお話しさせていただきました。はい、ではいよいよ第4章、原子力損害賠償12年の歴史ということで、こちら見ていきたいと思います。でまずですね、12年の歴史を5つに分けて見ていきたいんですけれども、第1期、第2期、第3期みたいな感じで見ていきます。で、第1期が事故の直後から中間指針策定まで、第2期が本賠償開始から区域の見直しまで、第3期ですね、避難指示区域の見直しから避難指示解除開始まで、第4期は避難指示解除開始から賠償の周期とされていた時までですね。そして第5期賠償の周期とされていたところから追加賠償が開始されるまでということで、これが12年間になります。で、6番目に補足として事業者への賠償、こちらもですね、本当に簡単にいいですけれども説明してですね、で7番目まとめという形でやっていきたいと思います。で、まずですね、1から5までですね、第1期から第5期までをちょっとまとめて表示するとこんな感じになるんですね。で、ドーナツグラフというのをちょっと使ってですね、で色で分けています。で、初めの半年、次の半年、その後2年、4年、5年という感じで1、2、3、4、5期となっています。はい。で、これですね、なんでこういう形にしたかというと、賠償の期間ですね、これがイメージしやすくなるかなということで、時計のような感じでこれ表示しています。で、読み方ということで出してますけれども、まず12時の部分が2011年の1月ですね。で、3時が2014年の1月、6時が2017年の1月、で9時が2020年の1月という感じで、3年ずつですね、4分割って12年のような形になっています。で、2011年の3月が事故ですから、右側のですね、ドーナツグラフ見ますと、2011年の3月の部分からご賠償が始まっていてと。で、緑、黄色、赤ってなってますが、1年、2年、5年みたいな感じで賠償されているものなんかありますので、こんな感じで期間がですね、イメージしやすいかなと、長さがイメージしやすいんじゃないかなということで、このドーナツグラフを用意したということですね。はい。で、ちょっとですね、これイメージつかむためのものなので、細かいところちょっとですね、微妙なところはあるんですけれども、例えば、2012年の6月から包括請求というのが始まってるので、ここ線があるんですが、これ6月1日です。それに対して、2017年の5月までっていう、5年間なんですが、これは2017年5月31日のことを指してますので、6月1日と5月31日じゃないかっていうのがあって、微妙にずれてるところもあるんですけれども、あくまでもイメージをつかむものだと思っていただければなということですね。はい。で、まずは第1期。事故の直後から中間指針策定までということで、この半年間ですね、最初の半年間いろいろありましたので見ていきたいなということで、括弧1番、仮払い保証金と第1回の審査会というのは原子力損害賠償紛争審査会ですね。はい、で、括弧2番、本賠償開始に向けた準備ということで、賠償開始するまでいろいろやらなければいけないことがあったわけですね。はい。で、括弧3番が中間指針の策定ということで、この中間指針という紛争審査会が作った基準をベースにして賠償が行われていったんだということで、この中間指針策定されるところまで見ていきたいと思います。はい。で、まずですね、参考として出しましたけれども、賠償開始した時点の区域の設定ですね、もう一回第1章の最後に見ましたけれども、見ていきますと、A が警戒区域、第一原発から20キロ圏内ですね。そして B が北西部の計画的避難区域、そして C が20キロから30キロの部分を中心に緊急時避難準備区域がありまして、で D はいわき市の30キロ圏内と南相馬市の30キロ圏外、こちらが D になっています。で、E は表示していませんけれども、特定避難干渉地点というホットスポットがあるんだという、前提で見ていきたいと思います。で、まずは括弧1番、仮払い保証金と第1回審査会ということで、これはですね、同じ日なんですね。2011年の4月15日になっています。で、まずその日の正午に仮払い保証金が東電から発表されていまして、で、金額としてはですね、1世帯100万円という額ですね。で、単身世帯だと75万円となっています。はい、対象者は
第一原発から30キロ圏内という扱いになりましたので、30キロの円で切っていますから、例えばですね、いわき市の30キロ圏内、緊急時避難準備区域にその後はなりませんでしたけれども、この時の仮払いの対象にはなっています。で、それに対して同じレベルで賠償されている南相馬市の30キロ圏外ですね。こちらは対象外ということになっています。きっちり30キロで区切った感じですね。はい。で、この仮払い保証金が正午に出ました。直接その時払われたわけじゃなくて、やりますよって発表があったと。そして、その日の夕方に第1回の原子力損害賠償紛争審査会が開かれましたということですね。で、メンバー集められまして、これからやっていきますよという、挨拶だけで終わったわけではなくて、避難指示が出た区域ですよね。で、どのぐらい人口がいてとかです。で、それぞれ自治体ごとに20キロ圏内には何人いて、30キロ圏には何人いてとかですよね。で、どういう事業者さんがそこにあって、で、どういう賠償をしなければいけないのかっていうのをこれから話し合っていきましょうみたいな、その第1回目のものが開かれているということですね。はい、で、括弧2番は、本賠償開始に向けた準備ということで、2011年の4月から7月にかけてのお話ですね。見ていきますと、まずはですね、仮指針の策定という表現しましたが、仮指針という言葉は多分検索しても出てこないです。これ私が勝手に言ってるだけで、中間指針というのがベースになって、で、それを基準にしてですね、賠償が進んでいくんですけど、その前の段階があったんですね。中間指針の前がありました。で、これが第一次指針、第二次指針、第二次指針追放っていうのが出ていますので、これをまとめて仮指針なんて言い方を私はしています。で、これは4月ぐらいから出ているわけですね。はい。で、その後にですね、追加の仮払い保証金というのが4月5日に発表されまして、で、避難している月によって、期間ですよね、によって1ヶ月だったら10万、2ヶ月だと20万、3ヶ月最大で30万までみたいな感じで追加賠償がされる。追加保証って言われてますね。で、ここまでは保証金という言い方してるんですね。賠償金と保証金って、法律的にちょっと微妙に違う意味があるっていうのがあって、当時は保証金って言葉を使っていたなんていう、そんな裏話もあったりします。はい。で、あとはですね、その月の終わりに ADR センターが設置されていますね。2011年ですけど、7月の27日に ADR センターが設置されて、で、損害賠償支援機構 NDF は8月3日に設立と書いたんですが、8月3日に原子力損害賠償支援機構法って法律が成立したって話です。で、実際に認可法人の設立の登記があったのは9月の12日になっていますけれども、ここで損害賠償支援機構を作るんですよっていうのが決まったということですね。で、こういった形で本賠償の開始に向けて準備を進めていきまして、8月の5日ですね、過去3番中間指針を策定しましたということで、こう一覧でまとめてみましたけれども、8月の5日に、2011年8月5日に中間指針が出ましたよと。で、その後ですね、追放という形で、追放、第2次、第3次、第4次、第5次追放まで出ているということですね。で、ここでお話ししているのは、まずは、第1期の段階で中間指針を出しまして、これをベースに賠償していくんですよということで、この中間指針で示された賠償項目ですね、一覧として出しましたけれども、青い丸がついているものが中間指針の段階でも決められていた賠償ですね。避難生活にかかる精神的損害ですよね。これが月額10万とか決められましたし、で就労不能損害もここで出ていますし、生命身体損害も出ている。で、実費に関しては、避難生活にかかる宿泊費とかですよね、そういったものですとか、あとは検査費用というものが出ていると。で、不動産の賠償ですとか、自主的避難というのは当時から言われてはいたんですけれども、賠償しなければいけませんよねとは言われていたんですが、ただ、金額の計算とかが中間指針の段階では間に合っていなかったということですね。まだ発表できなかった。それに対して、精神的損害の一番下にある移住の強制と書いてありますが、移住を余儀なくされたことによる精神的損害ですよね。ですとか、財物の一番下の住居確保の費用ですね。このあたりは、避難生活が数年間及んでからですよね、出てきたと。2014年とかに出てきた、そういった賠償項目になりますので、この時点ではおそらく話し合いの中にも出てきてないと思います。はい、ということで、ちょっとその辺は違いはあるんですけれども、いずれにせよ中間指針策定の段階でこういった賠償項目がありまして、これをまずは東電に請求すれば賠償できますよっていう仕組みを整えたんですね。これが、第1期ですね、事故の直後から半年間ですね、中間指針策定までということで、本賠償に向けて準備期間、仮払いなんかをしつつ、中間指針を策定していった時期と言えるのかなと思います。はい、では、続いて、第2期ですね。
本賠償の開始から区域の見直しまでということで、2011年の9月からの半年間ですね。事故の後半年経って、その後の半年みたいなイメージです。で、ここで何が起きたかというと、第1回の賠償開始と、2回目以降の取り扱いについてもある程度見えてきましたよと。そして、過去に賠償基準の一部見直しと書きましたけれども、これ結構大きな出来事なんですね。後で見たいと思います。はい。で、括弧3番、自主的避難等にかかる損害ということで、福島市の人とかですよね、に対する賠償もここから始まったんだと。そして、括弧4、その他ということでいくつか見ていきたいなということですね。はい、ではですね、1回目の賠償、これがいつを対象としているかというとですね、最初の6ヶ月間になります。2011年の3、4、5、6、7、8の6ヶ月ですね。こちらが第1回の賠償ということで、9月に入ってから請求書発送して、10月から受付開始みたいな感じで始めたそうです。で、この後は3ヶ月ずつですね、区切っています。2回目が90、11ですね。そして3回目が2011年の12月と2012年の1月、2月の3ヶ月。で、4回目は3、4、5月ということになっていまして、この3ヶ月ごとの賠償請求ですね、いつまで続いていくのかというと、こちらは2018年の3月までですね、28回目まで続くことになっています。合計で85ヶ月間ですね、の賠償ですから、月10万だったら850万ということになるということですね。はい。ただですね、5回目以降は包括請求といって、2年分とか3年分とか、3年分ないです。1年分とか2年分とかですね。もうそれをまとめて請求するというやり方が主流になっていきましたので、28回に分けて請求した人は割と少数派なんじゃないかなと思います。はい。括弧2番ですね。賠償基準の一部見直しとあるんですけれども、これ結構ですね、実は大きな話で、1回目の精神的損害の賠償ですよね。月額10万というのがあって、これはですね、第1期とされていたのが最初の半年なんですね。で、第2期はその後、事故から半年後から6ヶ月ということで、今お話ししているまさに第2期ですね。なんですけれども、第1期は過酷な避難生活を余儀なくされる期間ということで、月額10万円でしたと。で、それに対して第2期は、仮設住宅なんかも普及してくるんで、ある程度落ち着いてくるのかなということで、月額5万円にしましょうという話だったんですね。ですので、東電も最初は、1回目の請求は10万ですと、2回目以降は5万でっていう話だったんですけれども、2011年の11月にプレスリリースを出しまして、2回目、3回目も月額10万でやっていきますよっていう話になったんですね。はい、で、この後はもうずっと10万円ってなりましたので、60ヶ月とかで600万か300万かって大きな違いになりますので、実はここで見直しがなかったらもしかしたら賠償金というのはもっと少なかったかもしれないということですね。はい。で、一部見直しというのがこの第2期の途中であったんだということです。で、括弧3番、自主的避難等にかかる損害ということで、この賠償が始まりましたよと。で、対象はですね、福島県全体の地図を出してみましたけれども、青く塗っている部分ですね。濃い青の部分。で、薄い青はあれは猪苗代湖ですね。濃い青の部分になりますけれども、2011年の12月の6日に中間指針の追放というのが出まして、自主的避難等にかかる損害についてということで、ここで指針で賠償額が示されたわけですね。で、金額としてはですね、妊婦等という表現しましたけれども、妊婦と子供をですね、40万円。で、その他、普通の大人ですかね、8万円ということになっています。で、対象になっているのはですね、いわき市の30キロ圏外の部分ですね。まずありますよと。あとはですね、福島市、県庁所在地ですよね。こちらも対象になっていますし、あとは、商業の中心は郡山市だと思いますけれども、この郡山市も自主的避難区域になっています。自主的避難等対象区域というんですかね、なっています。でですね、県南ですよね、白くなっています。同じ中通りなんですけれども、白くなっている県南ですね。中心になるのはおそらく白河市だと思うんですけれども、こちらはですね、今回は対象外ということですね。はい。で、自主的避難等にかかる損害というのが中間指針で示されましたよと。で、これ出たのが2011年12月6日なんですけれども、実際に受付開始されたのは2012年、年が明けて3月9日、事故から約1年後ですよね、受付開始になりました。で、金額としてはですね、妊婦等が40万、その他8万とありましたけれども、妊婦と子供と言われていたその子供の年齢が18歳以下になりましたね。事故の当時、事故が起きた時に18歳の人までということになりました。で、妊婦等に関しては、実際に避難すると避難費用としてプラス20万円というのも出ているということですね。はい。
で、これは自主的避難のお話です。で、次はですね、その他ということで、この事故から半年経った後の半年間ですね、どんなことが他に決まっていたかというと、一覧で出してみましたけれども、ADR の受付開始等が始まっていますよということで、日付も出してみますと、ADR 受付開始が2011年の9月からですね、1日から。で、9月30日に緊急時避難準備区域は解除されているので、10月以降はもう普通に生活してくださいということになっています。はい、で、10月31日に NDF の相談受付開始となっていますね。で、あとは自動車の賠償がですね、これは2012年の2月から始まってますけれども、財物の賠償の中で一番早かったですね、こちらが。はい、で、最後、世帯単位の請求と会員請求と書きましたけれども、これはですね、個別に請求するんじゃなくて世帯でまとめてやってくださいってなったのが第3回からですね。で、そこで会員請求というのも始まりまして、1回2回の実績をもとに東電があらかじめ金額とか入れておいてですね、で、打ち出しておいて請求書を送って、で、いろんなければそのままサインして送り返してくださいみたいな感じにしたというのが3回目の請求からになっているということですね。はい、ということで、この第2期ですね、原発事故から半年経った後の半年間ですね、この間の話をしてきましたけれども、賠償項目一覧としてまた出したのが、この第2期に決まったものとしては、自主的避難等のお話がありましたというのが、一番右側ですかね。あとは家財というのは、自動車ですよね、賠償が始まったということで、こちらに記載させていただきました。青い丸印ですね、付けさせていただいたということです。はい、ではですね、この第2期振り返ってみますと、半年間ですよね、事故があった後、起きた後の半年後からの半年間ということで、2011年の9月から2012年3月までということで、賠償を実際に始めてやりつつ微調整をしていった時期ということなのかなと。あとはADR とか、あと NDF の情報提供とか、そういったものもこの時期に始まっているんだということですね。はい、では続きまして、第3期ですね。避難指示区域の見直しから避難指示解除開始までということで、2012年の4月から2014年3月までの2年間に今度はなります。はい、今まで半年見てきましたが、今度は2年間の動きですね。はい、でまずは、括弧1番。中間指針第2次追放というものが策定されましたよと。そして、その指針に基づいて具体的な賠償手続きが発表されて、で、賠償手続きが開始されたのはまた少し後になりますよという。ですので、その後はその他になるんですけれども、この第3期に関しては、この中間指針第2次追放に基づく賠償に関するお話がメインになってくるのかなと思います。はい。ではですね、見ていきますと、まず中間指針第2次追放の策定とあるんですが、追放自体は2012年の3月16日に策定されているんですが、これ元になった資料みたいなのがあるんですね。政府がですね、作ったんですけれども、原子力災害対策本部ですね、作ったステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題についてという、ものすごい長い名前の資料を作りまして、で、ここでですね、ステップ2というのは原子炉のやっぱり対策ですよね。爆発するんじゃないかみたいな対策していって、で、ステップ2完了で一つ落ち着きましたかねみたいな段階らしいです。はい、で、この資料を、無理やり強引にですね、まとめると、原子炉安定したので、2012年の3月末をめどに避難指示区域をこれを再編しましょうという、そんなような話になってるんですね。ですので、この後出てくる3つの区域あるんですけれども、これはこのステップ2云々という資料に基づいて区分けされているというのがあります。はい、で、この資料をもとに審査会でいろいろ話し合ってですね、2012年の3月16日に中間指針第2次追放が策定されたんだという、まずこのちょっと前提をお話しした上で、どんなことが決められたのかというとですね、避難指示区域ですね、再編されましたよと言いましたけれども、これですね、3段階。上から軽い順ですね、これは。避難指示解除準備区域ですので、避難指示出されています。今ここ立ち入り禁止となっていますけれども、それを解除していきましょうねという準備をしていく区域ですね。で、居住制限区域は少し重めで、帰還困難区域はもうしばらく帰れませんよという区域ですね。で、一応基準がありまして、2012年の3月末から、そこで見直しますってことになりますから、そこが基準になるんですが、事故から1年後のところから、1年間見て、年間の積載線量が20ミリシーベルト以下になるのが確実だったら準備区域です。で、1年間で20ミリ超えてしまうかなっていうところは、これは居住制限にして。で、帰還困難はですね、
事故からその後5年ですよね。事故から6年です。2012年3月から5年経ってもこれは20ミリ下回らないですよっていう、そういった区域ですね。でこの段階で50ミリシーベルトを超えているようなところは帰還困難区域とされたということですね。で区域によって賠償額が変わってくるんですね。でここで精神的損害の目安が示されていて、避難指示解除準備区域はいつまでって決まってないんですが、解除に向けていきましょうって話なので、解除されるまで月額10万円精神的損害を払いましょうと。で居住制限区域はもう2年分先にもう決めて240万ってなっています。で帰還困難区域はですね、実は中間指針には5年分とは書いてないんですが、60ヶ月分と考えて600万円ですね、賠償しましょうということになったんだと。でどこで線引っ張るかによってですね、どこで区域を分けるかによって金額が大きく変わってきますので、これは慎重にかなり進んできましたね。2012年の3月末をめどに4月1日から新しい区域でやっていきましょうねという前提なんですが、じゃあ4月から皆さん区域をバッと分けたかというとそうではなくて、参考として出しますけれども、まずですね、これが今図に出ているのが薄いピンクの部分が警戒区域ですよね。で薄いオレンジが計画的避難区域になりますけれども、ここを見直していきましょうという話なんですけれども、まず2012年の4月1日田村市と川内村ですね、ここだけまず再編されました。見直されました。でこの半月遅れですね、4月16日に南相馬市も設定されていて、でその後ですね、少し遅れて3ヶ月後ですね、7月に飯舘村が再編、そして翌月8月になると楢葉町ですね、区域再編されて、でその年の終わりまで引っ張って大熊町ですね。原発立地自治体ですけれども、比較的早めにですね、近い割には早めに設定されたかなという印象ではあります。で年が明けて2012年度内に大体固まってはいくんですけれども、桂尾村が3月ですね、そしてその少し後に富岡町設定されて、で4月の1日ですけれども浪江町ですね、大体2013年度内には決定したのかなということですね。で双葉町は5月に入ってから、で最後に残った川俣町は8月ということになってますね。2013年8月までですから、1年ちょっとかけて区域が再編されていったというのがあるわけですね。どうしてもですね、この緑、黄色、赤、色によって、色によってというか、実際色はついてるわけじゃないですけれども、この線引きによって賠償金額が変わっていくというのがありますので、簡単にいかなかったのかなっていうのがあると思います。でもう一回ですね、見直し後の区域を出してみますけれども、先ほど警戒区域が小文字の A とかになってましたが、ここで大文字になるわけですね。大文字の A が帰還困難区域、赤い部分ですね。もう6年経っても帰れませんよというところです。で B は居住制限区域、黄色と緑の避難指示解除準備区域ですね。これはですね、まとめて B にしています。で実はね、120万、240万とかあったんですけれども、後からも違いなくなっていくんですね、ほとんど。両方とも同じような扱いになりますので B としてまとめています。で C が緊急時避難準備区域で、 D はいわき市と南相馬で、 E が特定避難干渉地点ということで C で E は変わらずということですね。で A と B、 警戒区域と計画的避難区域が3つの区域に分けられましたよと。で私の分け方としては帰還困難区域だけ A で、その他の2つの黄色と緑に関しては B にまとめたという感じになっています。でいくつか補足がありまして、まずですね、双葉町と大熊町ですね、原発立地の自治体ですけれども、こちらに関してはほぼ全域が帰還困難区域になってますので、全域を帰還困難区域の基準にしています。であとですね、楢葉町も似たところがありまして、ここはですね、全体的にほぼ全部が避難指示解除準備区域設定されたんですけれども、で20キロ超えている部分もあるんですが、これ人口はそんなにいませんので、やはり町全体が避難したような設定になっていて、20キロ圏外の人たちも準備区域と同じ基準で賠償されることになっているんだということですね。これちょっと補足としてお話ししてましたと。で中間指針第二次追放、まずは避難指示区域が再編されましたよというのがありまして、であとはですね、いくつか他に論点ありまして、緊急時避難準備区域ですね、こちらがもう解除されてたんですよね。2011年の9月の段階、第2期の段階で解除されていましたが、こちらを2012年8月末で賠償終了にしましょうというのが示されましたね。事故から1年弱で、
丸1年じゃなくて、なぜ1年弱で解除になったかというと、8月末で終了して9月から正常に戻します。要するに、2学期からは正常に戻しますよみたいなイメージですね。はい、で特定避難干渉地点に関しては、これはですね、解除の時期というのは、スポットによって変わっていきますので、地点によって変わっていきますので、順次解除ということで、解除された後3ヶ月で賠償終了となっています。で、特定避難干渉地点、周りが避難してますではなくて、その家だけ逃げてくださいみたいな感じなので、生活の基盤みたいなものはあまり変わってないわけですよね。帰れば、元に家に帰れば、周りは通常通り生活しているような地域が多いですから、3ヶ月ぐらいで元に戻せるかなみたいな、そんなイメージなのかなということですね。はい、区域全体が避難した人たちに対して、解除後の賠償というのは少なめになっています。で、この中間指針ですね、第二次追放策定されまして、その後、具体的な賠償手続きの発表ということで、3月に第二次追放発表されたんですけれども、その後に当店プレスリリース出たのは7月ですね、4ヶ月後になります。で、ここで一つはですね、不動産、家財を含めてですね、賠償しますよというのが具体的に公表されました。固定資産税評価額に 1.43 かけますよとか、建築物係数かけますよとか、そういう話ですよね。ここで発表されました。あとはですね、包括請求というものがここで決められたんですね。この包括請求についてちょっと見ていきますと、まず精神的損害については、2012年6月から準備区域は12ヶ月って決められましたね、これは。中間指針では解除されるまでって話でしたが、12ヶ月分でまとめて120万ですね。で、準備区域ではなくて、居住制限区域が24ヶ月分、2年分。で、帰還困難区域は60ヶ月、5年分ですね。精神的損害をまとめて請求できるんだと。あとはですね、一時立ち入りの費用だとか、検査費用とかもこの期間に応じて先行して請求できるようになりましたというのがあります。これは包括請求ですね。でそして、就労不能損害については、これ赤、黄色、緑は差がなくて、2014年の2月までの21ヶ月分を請求できるようになっています。でちょっと中途半端じゃないかと思われるかもしれないんですが、要するに、事故から3年間ってことですよね。3年後まで賠償しますよということですね。で、ここまでが避難指示区域の包括請求。で、緊急時避難準備区域ですね。もうすでに解除されているので、旧緊急時と書いてますけれども、包括請求の期間としては、精神的損害はですね、先ほど8月までって言いましたよね。ここで終わってしまう。要は3ヶ月しかできないんですね。包括請求といっても結局3ヶ月分。ただし、これはですね、生活費の増加分として20万円プラスっていうのがあるのと、あとですね、中学生以下の話になりますけれども、プラス7ヶ月、これ5万円ですね。賠償されるというのがあります。で、これ要は2012年度の2学期と3学期みたいなイメージでしょうね。7ヶ月分5万円と。で、これ、その後ですね、2013年2月にまたプレスリリース出まして、で、ここで高校生以下も対象になっていますね。最初は中学生以下と言われていたんですが、高校生以下も対象になっています。はい、で、プラス35万円出るというのが、薄い青のところですね、ありますよと。これが旧緊急時避難準備区域の精神的損害についてです。で、就労不能損害どうなっているかというと、これはですね、今年いっぱいみたいな感じですね。2012年の6月から12月までが請求できますよと。なんですが、ただし、勤務先が避難指示区域にあった場合は、やはりなかなか再開できないでしょうから、避難指示区域の人たちと同じで、事故から3年後まで賠償しますという話ですね。はい、そしてですね、例の区域ですね、屋内代費区域、いわき市の30キロ圏内と南相馬市の30キロ圏外については、精神的損害もすでにこの包括請求始まった時には終わっています。これは2011年の9月までしか出ていないので、もう終わってるんですね。で、就労不能損害は勤務先の場所によって、それが緊急時避難準備区域に勤務先があったんだったら今年いっぱいですよね。濃い灰色の部分で、勤務先が避難指示区域にあったんだったら3年後まで薄い灰色の部分まで請求できますという仕組みになりました。ということで、精神的損害ですね、賠償がいつまで続くのかというのをちょっと一覧にしてみましたけれども、区域ごとの違いですよね。一番多いところだと包括請求でプラス60ヶ月ですね。事故から言うと75ヶ月分ですね。750万というのがあります。で、少ないところですね、灰色のところだと7ヶ月分しかないんですね。70万というのがありますので、この線引きによってかなり差がついたんだなっていうのが正直なところですね。はい、そして括弧3番、賠償手続きの開始ということで、2012年の7月にプレスリリースでこういう賠償しますよと発表されて、で、その後ですね、実際受付開始されたのがですね、9月からじゃなくて10月からですね、になっています。包括請求に関しては、対象がですね、
5回目からなんですよね。なので5回目の6、7、8月過ぎて、で9月、10月から請求ということになってきますね。はい、ですので、その年の3月にすでに600万賠償しますよとか、そういうお知らせはあったんですけれども、結局請求できるようになったのはその半年後とかになるので、かなりですね、600万いつもらえるのかなみたいな、そういった、時期だったんじゃないかなと思います。はい、で不動産に関してはさらに半年遅れで、2013年の3月から賠償開始となっています。はい、ですので、包括請求とか不動産賠償というのは発表はされたんだけれども、実際にそれが請求開始になったのは半年後とか1年後なんだっていうことですね。はい、ということでですね、不動産賠償等出てきましたので、ちょっと見ますと、この2013年3月31日ですね、事故から2年後の時点で不動産賠償、そして同時に家財の賠償も始まりましたよということですね。では、過去4番、その他見ていきますと、いくつかポイントありまして、一つはですね、特別の努力というものがあります。これ、就労不能損害に関することなんですけれども、先ほどお話しした就労不能損害の賠償額の計算ですよね。事故の前の収入から事故の後の収入を引いて賠償額出すので、働いたら損してしまうんじゃないかとかいう、そういう話が出てきてしまうということで、この事故後の収入がですね、10万円が特別の努力として認められるんだったら、引かないでいいですよって扱いになったんですね。要は、働いても丸々事故前の収入もらえますよってことに変わりました。働いたら損ではなくなったんですね。で、これがですね、始まったのが、4回目の請求からですね、包括請求始まるちょっと前からです。包括請求するときにも特別の努力を反映させて計算ができたっていうことですね。はい、で、まずですね、2012年6月から特別の努力っていうのが反映されるようになって、4回目からですよね。で、この後、2013年6月、1年後にですね、見直しにされまして、事故の後の1回目、2回目、3回目の請求ですよね、約1年間については、特別の努力ってなかったんですが、遡って請求できますってことになります。遡って見直しますってことですかね、になりましたということですね。でまず1点目がこの特別の努力のお話。そして、2つ目はですね、30キロ圏外の人たちに対する賠償というのが、この時期にある程度出てきていますので、見ていきたいと思います。で先ほど自主的避難等にかかる損害ということで、福島市ですとか郡山市の損害賠償ですね、この辺のお話はすでにしたんですけれども、この時は県南の人とか対象外だったわけですよね。じゃあこれどうなったかというとですね、福島県県南地域と言いましたが、白河市を中心にですかね、県南の地域については、妊婦と18歳以下ですね、20万円。で、その他ですね、妊娠してない大人はなしだったんですね、対象外になりました。妊婦等に限っては20万円ですので、自主的避難の対象になった人の半分ですね、になっています。でですね、次ちょっと説明したいのは、これ、東電の賠償ではないんですね、実は。県南と、会津、南会津をまとめて書いてますけれども、こちらに対する福島県からの給付金というのがありまして、で損害賠償の対象になってないんだけれども、福島県全体でイメージ悪化みたいなのがあったので、精神的な苦痛ありましたよねということで、県からの給付。これが2012年の6月にですね、福島県の原子力対策課というところから発表されていまして、で、金額はいくつかパターンがありますので、ちょっとまとめてみますけれども、計算の方法としては、自主的避難等対象区域の人たちに対する賠償から、実際に県南の人たちが受け取った賠償の額をマイナスして、それを2で割るという、そんなちょっと複雑な計算、複雑でもないんですけれども、ちょっとパッと見分かりづらい計算ではあります。こういったものが今から11年前ですかね、あったんだということです。そして次は、宮城県の丸森町というところですね。県南地域と合わせてですね、表示していますけれども、丸森町どこかというと、ここをですね、福島県の、地図でいうと凹んでいる部分というんですかね。ですので、実質ですね、放射線量濃さとしては、自主的避難等対象区域の人と多分あんまり変わらないと思います。ただやっぱり福島県ではないというのがありまして、一応これでですね、県南の地域と同じレベルで扱われるようになっていますということですね。はい、あとですね、他にも追加賠償なんかもありましたので、ちょっとまとめてありますけれども、有料版にはですね、今日これを詳しく載せたりもしていますけれども、実際にですね、避難指示が出た人たちに比べるとかなり、低額にはなっているのかなということですね。はい、ということでですね、30キロ圏外の人たちに対する賠償をお話しさせていただきました。で、もう一つがですね、出てくるのは、この時期に出てきたのが、要介護者等に対する精神的損害の増額というのがありまして、やっぱり健康な人たちに比べると、避難生活がより大変だったでしょうというのが一つあります。で、介護する方も大変だったでしょうということで、
ADR やった人たちが多くて、で、和解の事例でパターン化されてきたので、それを直接請求にも反映させたみたいな感じですね。はい。で、最初に出たのがですね、10回目までですね、2013年の11月までのところ、まとめて33ヶ月分ですね、これを増額、遡って請求できますってなって、で、その後ですね、包括請求という形には しないでですね、介護度とか変わっていくわけで、要介護度が変わっていくわけですね。2とか3とか変わっていきますので、それに応じて金額も変わるので、毎回確認しなければいけませんから、半年ごとに区切って2018年の3月まで見ていったということですね。はい、であとは、その他の財物賠償というものがこの時期始まっていますよということで、どんなものが賠償されるようになったかというと、田畑ですよね。宅地建物以外の田畑ですとか、その他の土地もありますけれども、あと仏壇だとか墓石の修理とか、そういったものがこの時期に賠償対象。田畑と仏壇以外はですね、第4期以降の話なんですけれども、こういった賠償がこの後整備されていったというお話ですね。ということで、この第3期ですね、まとめていきますと、2012年の4月から2014年3月までの2年間ですね。で、ここでの大きな出来事としては、中間審第二次追放というものが、2012年の3月ですけれども策定されて、で具体的にその話が進んでいったのが、2012年の4月以降なのかなということですね。区域が再編されて、不動産や家財の賠償が始まり、そして包括請求が行われていったという、そういった時期なのかなということですね。はい。はい、では次はですね、第4期ですね、避難指示解除開始から賠償の周期とされていた時期までということで、2014年の4月から2018年の3月までの、これは4年間になります。でこの時期起きたことはですね、まずは括弧1番、中間指針第4次追放が策定されましたと。そして、括弧2番、賠償手続きが開始されましたよと。4次追放に基づく賠償ですね。そして、括弧3番、その他の賠償というのがありまして、でその後ですね、括弧4番、居住制限区域、そして避難指示解除準備区域における精神的損害の追加賠償というものがありましたので、この辺の話をしていきたいと思います。で2014年の4月にですね、避難指示解除始まるんですね。田村市から始まっています。で、この時期は4年間というのは、賠償にはもう区切りをつけてですね、帰れる人は帰る、帰れない人は移住するという、で避難生活の終わりを意識させられたような、そんな時期なのかなと思います。はい、では、見ていきますと、括弧1番、中間指針第4次追放の策定ということで、こちらもですね、第4期入るちょっと前なんですね。2013年の12月26日に中間指針の第4次追放というものが策定されています。これはですね、避難指示の長期化にかかる損害についてなんていう副題がついていまして、ここで出たのがですね、移住を余儀なくされたことによる精神的損害、これ700万というやつですよね。はい、あとは、住居確保費用というものがここで示されています。もう一つはですね、解除後の相当期間ということで、要は避難指示解除されました、そこでバッサリ賠償が終わるわけではなくて、その後、帰ってからもある程度不便な生活続くので、一定程度は賠償しなければいけませんよねということで、それを1年間っていうことで決めたんですね。はい、これも中間指針の第4次追放で決められています。で、この第4次追放を受けて、東電がですね、具体的な賠償手続きというのを開始することになるわけですが、これがですね、2014年の4月からですね、始まっています。で、移住を余儀なくされたことによる精神的損害と、もう一つがセットで出たのが、早期期間による追加的費用ということで、これは結構対になるような考え方ですね。で、上がですね、もう故郷には住めませんよと、事故から6年経っても帰れませんよということで、諦めてください、その代わり700万ですって話ですね。で逆に、帰れるようになったところ早く帰ってください。で早く帰れば、不便な生活を強いることになりますので、90万追加的に払いますよみたいな話ですね。ですから、言ってしまうと、帰れなくなってしまった人ですよね。に対しては、700万円渡すので、故郷のことを諦めて、新しいところで生活してくださいと。逆に、帰れるようにしたところもありますので、そこは早く帰ってください。早く帰れば、どこまでに、いつまでに帰れば90万渡しますよみたいな。そんな意味があったんじゃないかなと思います。はい。そしてですね、住居確保費用もここで始まっていまして、賠償項目一覧更新しますと、移住の強制、余儀なくされたというものですよね。そして住居確保の費用を、そして早期期間の費用に対する費用ですね。こちらも出てきたということで、大体ここで賠償項目で揃ってきたのかなということですね。
で、その他の賠償としまして、括弧3番見ていきますと、避難指示解除後の賠償ですね。先ほど解除後1年間でということで、120万円ですね。というものがここで示されていると。で、もう一つが、就労不能損害の周期と書きましたけれども、先ほどですね、就労不能損害、事故から3年後まで対象なんですよという話だったんですが、2014年の2月に終わると言われていたんですが、2014年2月の24日ですね、東電からプレスリリースが出まして、1年延長しますよみたいな話になりました。で、事情があればみたいな話なんですよね。事故から3年経つので、再就職が前提なんですけれども、まして就職できないんだったら、あと1年を見ましょうみたいな感じですね。ですので、もともと特別な努力っていうのはできましたけれども、最後のですね、延長1年間は特別な努力は見ませんということになりましたね。原則、就職してますよねっていう話だったんだと思います。そして次はですね、自主的優先に対する賠償ですね。こちらが出ています。で、これでですね、賠償項目出揃った感じですね。自主的助成まで含めて、揃いましたと。で、墓石の修理とか移転ですかね。墓石の移転の費用ですね。少しこの後になるんですけれども、だいたいここで出揃いまして、で、ほぼ賠償項目これで決まっていますよと。で、帰る準備もできましたので、賠償はもうこれ以上出しませんよみたいな感じですよね。で、これで確定しましたので、あとはもう気持ちを切り替えて、新しい生活、帰るか移住するか選択してくださいみたいな話だったんですけれども、なかなかですね、帰れるようになったから帰りましょうというわけにいかなかったんですね。で、そこで出たのが、括弧4番。居住制限区域、そして避難指示解除準備区域における精神的損害の追加賠償ということで、どういうことかというと、なんで帰らないかっていうとですね、避難指示の解除できないかっていうと、これは、第4期2014年の4月以降の話なので、緑の部分、もう終わってるように見えるんですが、避難続いていれば、まだ賠償されてるわけですよね。2013年5月で終わりではなくて、その後避難生活続いていれば、賠償されますので、結局、避難生活が続いている限りは賠償が続く。逆に、帰還してしまうとですよね、帰れるようになりました。じゃあ戻ります。元の生活になりました。その代わり賠償金は出ませんよとなってしまうので、そうするとなかなか帰還が進まないんじゃないかということなんですよね。実際どうなったかというと、2014年の4月に解除できたのは田村市ですね。だけです。で、川内村はその下ありますけれども、2014年の10月に準備区域のみ解除ということになっていますね。これなかなか進まなかった。で、先ほども言いましたけれども、原因はやはり帰還したら賠償が終わってしまうんだっていうのが大きかったわけですよね。ですから、帰還したら賠償が終わるっていう、そういった余計な心配っていいのか分かりませんけれども、それをなくそうとしてですね、で国からの指導などもありまして、2015年6月ですかね、そういったものがあって、それを踏まえて6月17日に東電がプレスリリースを出しましたよと。それが今お話ししている精神的損害の追加賠償ということで、避難指示を解除したかどうか関係なく、なおかつ実際に帰還したかどうかに関係なく、2017年の3月までですよね。避難対象の期間としましょうと。で、さらにプラス1年賠償ありますので、合計で85ヶ月分、事故から85ヶ月分の850万円を期間の状況関係なしに払いますよということになったんですね。ですので、もう心置きなく帰りましょうよとかですよね。新しい生活始めましょうよという、そういったメッセージがここで出たんだっていうことですね。はい、で避難生活もそこで終わりなんですということです。2018年の3月まで賠償、避難生活が終わって解除されて、プラス1年間の2018年の3月まででもう終了なんですよってここでだったんですね。で、これで精神的損害等に関する賠償が確定しまして、ちょっと並べてみますけれども、帰還困難区域は2017年5月までの75ヶ月分なんですが、プラスで移住を余儀なくされたことに対する精神的損害賠償ですね、ありますので、1450万円、1人当たり出ることになりましたと。で、避難指示解除準備区域と居住制限区域に関しては、85ヶ月分で850万。これは帰還するかどうか関係なしに確定したわけですね。で、市ではもともと決まってたんですけれども、180万、70万ということになっていますということで、こんな感じでもう賠償額 A と B に関しては確定しましたので、あとはもう解除していきましょうということで、2014年の4月に田村市解除されましたと。で、半年後に川内村の準備区域が解除されて、で、制限区域だったところが準備区域に変わりましたね。で、この後、
しばらく止まっていたんですが、2015年の6月に先ほどのプレスリリース、一律850万賠償しますよと決まった後はですね、だんだんこう解除されていって、で、残ったのがですね、双葉町と大久保町、先ほども言いましたが、もう大部分が帰還困難区域ですね。人口の比率でいうともう大部分になってますということで、ここはやっぱり特別な扱い、2019年に入ってからということになっていますけれども、それ以外の区域に関しては、2017年の4月までに避難指示の解除が進んでいったんだということですね。はい、ということで、第4期ですね、4年間ありますけれども、2014年の4月から2018年の3月までの4年間になりますけれども、精神的損害の追加って850万確定したのが2015年の6月まででしたので、大体その最初の1年間ぐらいの話をしていたわけですけれども、第4次追放を策定、ちょっと前ですけど策定されて、それに基づく賠償が始まって、帰れる人は帰還する。で帰還できなくなった人は移住するというのを進めていった時期ですかね。その決断を後押しするような賠償というのを作っていたと。で、それでもですね、決断できない人がいたので、850万確定させて、期間を進めていったんだという、そういった時期なのかなということですね。はい、で、2018年の3月が賠償の周期ですよね。解除後1年後が2018年3月になりますので、ここで賠償というのはもう終わったんですよねっていう考え方をしていた人がおそらく多かったんじゃないかなと思うんですが、ただ、カッコ仮とあるように、実は終わっていなかったんだということで、最後ですね、5番目。賠償の周期とされていたところから、追加賠償の開始までですね。これが2018年の4月から2023年3月までの5年間ということで見ていきたいと思います。はい、まずは、1番、最高裁決定というのがありまして、それを踏まえて、2番ですね、中間審第5次追放が策定されましたと。そして、3番、第5次追放を受けて、東電が具体的な賠償手続きを発表しまして、で、その内容ですね、4番、主な追加賠償項目というものをお話しした上で、5番、具体的な賠償手続きというものがその後始まっていきますので、このあたりの話までですね、ここはしていきたいと思います。はい。で、最高裁決定、実はですね、2022年3月に出ていますので、結構この第5期の中でも後半の話なんですよね。で、ただ、そこまで何も起きていなかったかというとそうではなくて、2018年の3月で賠償の周期というものが見えていましたよと。で、その後そこでバッサリと賠償の話が終わったわけではなくて、実はですね、動く人は動いていたわけですよね。こうやって見ていきますと、原発 ADR の申し立て件数、そして NDF の相談情報提供の件数っていう、先ほどグラフにしたものをまとめてみましたけれども、2018年4月以降ですよね。横ばいなんですよね。結構どちらも。申し立て件数も変わってないです。変わってないことはないですけども、そんなに大きく変わってないですし。で、相談件数も変わっていないということで、一部の人たちは、まだ賠償というのは続けていたんだということですね。はい。で、ただですね、2018年の4月以降、プレスリリースなんかを遡ってみますと、個人向けの情報で大きなものというのはほとんどないですね。はい。で、一部、例えば、帰還困難区域の一部が重点的に除染なんかして、特定復興再生拠点区域なんて言うんですけれども、駅の周りとかですよね。そういったところを除染して帰れるようにして、ただ、そこ戻ってもなかなか就職とか難しいので、就労不能損害を賠償していきますよとか、そういったものはあったりするんですが、本当にもう一部の人たちを対象としたものしかなくて、個人向けで全体的に新しい場所がありますよとか、そういう話はですね、ここは5年間は動きはないっていうことですね。ですので、多くの人にとってはもう2018年4月以降は賠償は終わっていたのかなということになるんですけれども、ただですね、過去一番最高裁決定ということで、裁判自体はですね、事故から2年後ぐらいから活性化していまして、で、いくつかありまして、集団訴訟も、もともと住んでいた地域が同じ人とかがやったりとか、あとは避難先が同じとかですよね。四国に避難していた人たちが集まってとか、そんなものもあったりします。でちょっとですね、一覧でまとめてみましたけれども、左から地裁、高裁、最高裁と3段階ですよね、ありまして、で2013年ぐらいからですね、もう訴訟自体起きてるんですけれども、最初の地裁判決が一番右上になりますかね、前橋地裁で2017年の3月17日に出たものが一番最初になりますね。はい、で高裁判決は真ん中ですけれども、仙台高裁でその3年後ですね、2020年の3月に出ていまして、で、2022年3月に3つに分かれてるんですけれども、逆に言うとですね、3つ1つにまとめているんですね。同じような論点のものをおそらくまとめて判断してるんだと思いますけれども、最高裁で、判決が出たというよりもですね、最高裁で
棄却っていうんですかね、上告を棄却するっていうんですかね。で高裁判決でもこれ確定なんですと。次の新しい段階の話し合いはもうありませんよっていうことで、確定させたのが2022年の3月ですね。2日、7日、30日、分かれてはいますけれども、これ3月の最高裁決定で、7つの高裁判決が確定しましたということで、これをベースに紛争審査会がいろいろ話し合いをしてですね、類型化とかをして、第5次追放というものを策定しましたよと。で先ほど中間審査の話した時にも見たんですけれども、第5次追放ってやっぱりちょっと特殊なんですよね。それまでは事故から2年、3年ぐらいの段階で指針を出して追放とやってきたんですが、2013年12月で第4次追放、長期避難ですよね、さっきの。移住を余儀なくされたとか、そういう話が出て、これで賠償はもう終わりなんですってなったと思っていたら、その9年後に第5次追放ということで、これが出たわけですね。集団訴訟の確定判決等を踏まえた指針の見直しについてというタイトルで出ています。ちなみにですね、今まで実は第3次追放の話ってしてないんですけれども、これは事業者向けの話ですね。風評被害の範囲を拡大するとか、そんなものが出ていたりします。はい。で、ちょっとですね、お話ししておきたいことがありまして、何かというと、中間指針の第5次追放はですね、事故の直後に関する賠償と、あとしばらく経ってからの対象にしているものっていうのが、混ざってしまっているので分かりづらいので、区域がですね、2段階あるわけですよね。見直しがありましたので、ちょっと確認しておきますと、最初、賠償開始の時は、小文字の A、B というのがありました。警戒区域と計画的避難区域があったのが、2012年4月の区域再編で、A と B がですね、大文字になりまして、で、帰還困難区域、で、居住制限区域と避難指示、解除準備区域というのができましたよというの。これ違いがありますので。で、C と D、E も含めますけども、これは変わってないということですね。ちょっとですね、行ったり来たりして、右と左行ったり来たりして分かりづらいところもあるんですけれども、指針の順番通りちょっと見ていきますと、まず最初に出たのが、過酷避難状況による精神的損害というのが出ていまして、これはですね、対象になっているのは A の区域ですね。警戒区域の人たち、これは原発周辺の人たちなので、本当に爆発するんじゃないかみたいな、そういう危機感の中で恐怖を感じながら避難してるわけですよね。木の実木のまま取るものも取りあえずの過酷な状況の避難を強いられたなんていう表現がされています。で、これ対象としては A の人たちになりまして30万円追加しますよということですね。要は、集団訴訟とかでこの人たちに対してプラス30万ですというのが出たわけですよね。で、それを任用額って言いますか、それに近づけていったということですね。で次のものはですね、日常生活阻害慰謝料と言いまして、これは対象はですね、大文字の A ですね。帰還困難区域の人たちの話になります。でちょっとですね、これ、考え方を読んでいくとかなり複雑なんですけれども、要するにと言ってしまいますと、帰還困難区域の人たちの、この、精神的損害の対象期間ですよね。制限区域、準備区域に比べてちょっと短いじゃないですかと。10ヶ月分なんですけれども、これおかしいでしょっていうことで、ここをですね、100万円プラスしているということですね。ここについて100万円、この赤の部分ですね、なくなりましたということですね。はい、で実際は、困難区域の人たちっていうのは、移住を余儀なくされたってことで700万プラスされてるので、全然額違うんですけれども、対象期間短いというのはやっぱりおかしいのかなっていう考えがあったそうです。はい、で、細かい話をするとですね、日常生活阻害慰謝料って言葉がここで出てきまして、制限区域、準備区域の人たちも精神的損害ではなくて日常生活阻害慰謝料っていうので85ヶ月分なんだってことになったんですが、結局額は変わらないので、あまりここは論点にはならないかなと思います。で次はですね、生活基盤変容による精神的損害というもので、こちらはですね、ABC ですね、大文字の ABC の区域になります。で、帰還できるようになったんだけれども、帰還先、要は自分たちの故郷で住んでいたところですよね。生活基盤、インフラが、整っていないとか、あとはいなくなってしまった人もいます、避難してしまった人もいますよ。避難生活を続けることになった人もいますよということで、人間関係なんかもちょっと崩れてしまったりするわけですよね。ですので、インフラだとか人間関係の生活基盤が変容してしまったということで、これはですね、B の区域は250万ですね、追加されます。で、C の緊急時避難準備区域もプラス50万円になりました。でちなみにですね、これ A の区域も対象になっていまして、これは生活基盤喪失っていう言葉になりましたね。何かというと、これは結局移住を余儀なくされたことによる精神的損害。これが700万が、これは生活基盤喪失に対する700万ということに変わったということですね。だから結局これも金額変わってないので、あまり論点にはならないと思います。
はい。で、続いては、健康不安に基礎を置く精神的損害。もともと確か長い名前なんですけれども、ありまして、対象になっているのはですね、これは、B の区域ですね。計画的避難区域と、あと、特定避難干渉地点の対象になっています。で、事故直後に過酷な避難状況ってなかったわけですよね。爆発するかもみたいな心配はなかったんですけれども、ただこの B の人たちとか、後から特定避難干渉地点、ホットスポットでしたよって言われた人たちは、しばらく経って、実は事故の後、あなたが住んでいたところは、ちょっと危険なところだったんですよねと言われてしまった。で、じゃあ私は、その危ないところに今まで住んでいたんですかっていう、この不安ですよね、あると思います。それに対する賠償ということで、これはですね、30万円ですね。結局ですね、A の、小文字の A の30万と同じ金額になるんですけれども、すぐに避難してください。過酷な避難は強いられていないけれども、その代わりといってはなんですが、危険なところに生活すること、危険なところで知らないまま生活することになりましたよって、それに対する慰謝料ですね、30万円払われることになったんだと。で、ちなみに、計画的避難区域の妊婦と子供については60万という倍増というのが一応ありますね。はい。ということで、ちょっとまとめて表示してみましたけれども、過酷避難状況ですね。と、日常生活阻害慰謝料、で、生活基盤変容による精神的損害、で、健康不安に基礎を置く精神的損害なんていうのがあったりしまして、これだけではなくてですね、実は、精神的損害の増額事由というのが1から10まで確かあるんですね。10はその他諸々みたいな感じなんですが、要介護状態だったらとかあるんですが、これ結構細かい話になりすぎてしまうので、ここはちょっと省略して、でもう一つは、これですね、自主的避難等にかかる損害ということで、これはですね、自主的避難対象になっていた対象区域の大人ですね、要は8万しかもらえなかった人、これ20万もらえていいんじゃないかみたいな話ですね、が出ましたよということで、第5次追放でそういった話が出てきましたと。でこれが2022年の12月ですね。で、それを受けて、第5次追放を受けて東京電力が発表したのが、2023年翌月ですよね、1月31日に概要を発表しましたよと。で、受付開始時期は3月中をめどに改めてお知らせしますよなんていう表現していましたね。はい。で、大体内容としてはですね、おおむね指針通りになりますけれども、自主的避難の対象がですね、県南と丸森も対象になっていたりとか、そういった微妙な違いはありますね。ありましたと。で、3月から賠償開始ではなくて、3月になったら改めて方法をお知らせしますということで、で、そこでですね、東電が発表したときにどんなものが追加されていたかというとですね、大体指針通りなんですけれども、事故の直後と、あとは一定期間経過後で分かれますって話をしましたので、ちょっとそういう分け方しますと、順番としては丸1、丸4になるんですけれども、過酷避難状況と健康不安、先ほどお話ししたものですよね。A と B の区域に関して、あとは特定避難干渉地点も対象になってますけれども、30万ずつ賠償しますっていうのがあります。で、それに対して、一定期間経った後の話ですよね。区域再編後の話になりますが、生活基盤が変容してしまった。その前に日常生活阻害ですね、あって、あと生活基盤の変容というのがありまして、で、帰還困難区域の人たちは、精神的損害の、ちょっと足りていなかった部分ですかね、10ヶ月分プラスになるのと、あと生活基盤が変わってしまったということで、B と C の人たちに250万と50万が出ることになりましたよと。で、これで、精神的損害の賠償額ですよね、関する賠償額というのは更新されたんですね。どのぐらいになったかというと、A がもともと750万プラス700万で1450万ありましたよと。そこに30万と100万足されて合計1580万になりましたと。で、B はですね、これがもともと85ヶ月分850万だったところに30万と250万。280万ですかね、プラスされて1130万ということで、1000万円大台に乗った感じですよね。はい。で、C の緊急時避難準備区域は180万に50万追加されて230万ということになっています。で、特定避難干渉地点は解除の時期とか指定の時期によっても変わってきますので、一覧表には載せていないです。で、あとはですね、自主的避難等にかかる賠償も追加されたので、これも更新されているんですね。で、先ほどの図と似てるんですけれども、県からの給付金というのはここはちょっと外しています。で、足しているのがですね、会津の人たちではなくて、いわきと南相馬の一部ということで、要は先ほど D と言われていた灰色の部分ですよね。いわき市の30キロ圏内、南相馬市の30キロ圏外の人たちを一覧表に載せています。
で、一番下の方に合計額っていうのがありまして、ここで対象になるのは大人の人たちですね。妊婦や子供に対しては、すでに賠償されたものに追加はないですね。で、自主的避難対象区域の人たちは、合計20万まで行きましょうということで、8万円、4万円で12万もらってますので、差額の8万円が今回、2023年の追加賠償です。で、県南と丸森の人たちは、4万円もらっていたところを10万まで増やしましょうなので、差額は6万円。で、いわきと南相馬の人たちは実はですね、4万円もらった時あったんですね、これ。2012年、13年ですかね、のプレスリリースで、この人たちに対して、妊婦等は12万、で、大人は4万っていうのがあったんですけれども、これがもらっていたので、今回20万にしますと言われたんですが、実は10年前に4万もらってますよねと。多分本人も忘れてる人多いと思うんですけれども、それがあったので、差額の16万にしましょうということになっています。はい、で、妊婦と子供については、これは今回は追加はないということですね。で、実際に具体的に賠償手続き始まったのはいつかというと、2023年に入ってから、2023年度に入ってからですね、4月から、まずはウェブでの請求というのを開始したんですけれども、やっぱり高齢者が多かったりしますので、まずアクセスできなければいけないとありますよね。で、あとは、メールアドレスがないとやり取りできないとかありますので、結構ハードルは高かったんじゃないかなと思います。で、そういう請求できない人たちに対して、ダイレクトメールを送付しますよというのは2023年5月からですよね。始めたんですけれども、6月に入ったらですね、誤送付のお知らせということで、ダイレクトメールとか請求書を間違えて送ってしまいましたみたいな感じになって、ちょっとやり直しますみたいな話が今進んでいるところで、請求書の発送とかがですね、遅くなると10月ぐらいになってしまうかななんて言われているところではあります。かなりちょっと苦戦してるかなっていう感じですね。対象者は本当に100万人超えてますので、大変なんだろうなとは思います。はい。ということで、第5期ですね、賠償の周期と言われた2018年の4月から2023年3月までということで見てきましたけれども、実際最高裁決定自体が2022年の3月なので、直近1年ぐらいの話ではあったんですけれども、2018年の4月以降もですね、ADR とか訴訟が進んでいて、その結果最高裁決定が出てっていう話になりますので、ここ第5期として5年分ですね、まとめさせていただきましたということですね。ではですね、最後になりますけれども、6番目補足として、事業者への賠償、これは本当にもう簡単にですね、バーッとこれ一気に見てしまいます。はい。で、本賠償開始までですね、第1期の時にやっていたのは同じような感じで、特別な努力っていうのも営業損害にもこれ認められる時がありましたね。あと包括請求なんかも出ましたよとか、で資産の賠償もありましたっていうのがあって、で、第3次追放、先ほどちらっと言いましたけれども、風評被害の範囲を変えたりとかですね、で賠償の周期というのは2015年ぐらいですかね、出たりしています。2015年ぐらいまでってことになったんですかね。はい。で、期間の促進っていうのはやっぱりあって、で、今やはりこの ALPS、処理水ですよね、放出の問題がこれから出てくるんじゃないかなと思います。で、このペーパーバック版ですとか、有料版の中ではですね、多少説明してるんですが、こちらでもですね、2ページぐらいの話ですね。事業者への賠償というのは今回はですね、全体的に本当にもう簡単なものに留めさせていただいております。では、最後、まとめですね。ちょっとお話ししていきます。何もないもちょっと寂しいので、このちょっと図を見ながらですね、見ていきますけれども、5年ですね、12年間を5期に分けて見てきましたよと。で、最初はもう半年かけて、賠償の制度を固めていった時期ですよね。で、実際に賠償していきつつ微調整していって、次の半年があって、で、区域の見直しがあって2年間。で、期間移住の促進をしていった4年間があって、その後、しばらく凪の期間みたいな、何も動かない期間があったと見せかけておいて、水面下で訴訟とかが発展していって、2022年に入ってから最高裁の決定があって、第5次追放が策定されてですね、その追加賠償が今進められているということですね。はい、これ12年間、本当にもうざっくりとですけれども、まとめさせていただきました。ではですね、最後は終わりにということで、ちょっと見ていきたいなと思いますが、ここもですね、特に、何もないのは寂しいので、またグラフを出しますけれども、これからですよね、どうなっていくかっていうのをちょっと考えていきますと、処理水の問題ですよね、やっぱり、もう近々で出てくるだろうと思います。今8月15日に撮影と何回か言ってますけれども、今月中に放出始まるんじゃないかって話がありますので、生産業者は中心になると思いますけれども、やはり福島県だけでなく、宮城県とか、岩手県まで行くでしょうし、青森まで行くかもしれないと。
北海道まで行くかもしれないですね。あとは南に行くと茨城や千葉もありますので、そういったところの水産物なんかもちょっと被害を受けるでしょうしと。でそういった時にはもう賠償しますとは言われていますので、これは賠償自体続くんだろうなっていうのと、あとは時効が実質的にないので、最後の一人までっていうといつ終わるかわからないって話ですよね。でそしてですね、新しい賠償っていうのが出ないとも限らないと。避難生活が長期化すると出てきたっていうのは今までもありましたので、もしかすると、我々ぐらいの世代の人たちですよね。今私が今年48ですけれども、12年前36歳の時に仕事を奪われてしまったと。しばらく働いてない状態だけれども賠償金もらえたので、生活はできたんですよっていうことで、3年から5年ぐらいですかね、何もしないで暮らせていたんだってなって、そこから40超えてから新しい仕事探してくれって言われて、うまくいくかって話ですよね。もちろん切り替えられる人もいるんでしょうけれども、なかなかそうはいかないでしょうから、やはりこの就労機会を奪われてしまったとか、それも長期的に見ると損害になってくるんじゃないかとかですね、事故との因果関係出てくるんじゃないかとかも、私もちょっと法律のことはよくありませんけれども、そういう話なんかもゼロではないと思いますので、もしかしたら今後もですね、そんな話も出てくるかもしれないなと思っています。で、今回12年で一区切りしましたけれども、賠償というのは終わったわけではないんだっていうのが一つあるわけですよね。で、今回私は12年間一応一区切りで、特に初めの方ですよね、最初の数年間、いろいろ動きありましたので、それをこうやってまとめられたのは、一つ収穫だったのかなと。で、こういった冊子なんかにまとめることができましたので、こちらですね、電子版もありますし、あとはフルカラーの有料ノートっていうのもあったりしますので、ぜひですね、そういったものも今日のお話聞いて、より詳しく知りたいなっていうのがありましたらですね、これもちょっと言ってしまうと中途半端なところはあるんですが、そこまで詳しく載ってないところもあるんですが、今日のお話よりは詳しく載っていますので、もしもですね、興味をお持ちいただきましたら、ぜひご購入いただけると幸いでございます。はい、ということで、多分ですね、これ、1時間じゃ終わらないですよね。編集これからですけれども、90分から120分ぐらいかになるんじゃないかなと思いますけれども、今のこの映像を見てる方いらっしゃるか分かりませんけれども、最後までご覧くださいまして、誠にありがとうございます。